ここの目標は世界一楽しいマグロ料理を作るっていうのがここのお店の目標になってるんで、マグロの臓物っていうのはやっぱりここの町の郷土料理なんで、そういったものは実はすごく美味しいんだけど、素人の人が作ると臭くてまずい。だからそこも研究して、どんな料理にでも合う内臓料理の仕込みを徹底的にやるんですよね。そうすることによってマグロの内臓とはこんなに美味しいんだ。当時やっぱり内臓物っていうのはお金のもらえる商品ではない。おめえの作ったものなんて猫もまたぐわって結構罵られて。でも私はいつか親父の言っていた誰も作れないものを作んなきゃダメなんだよ。どこでも食べれない料理っていうのはもうそれしかねえと思ってマグロの内臓を徹底的に研究しました。山田拓也と申します。店舗名はマグロ無国籍料理黒羽亭です。これが美味しいマグロ。剥がれない。振っても剥がれないです。すごいでしょ、これが。これが職人が買うマグロ。これはね、本物のマグロ。なんかすみちゃん。はい。これをずーっと教えてもらってました。起承創生という言葉が好きで、普通のことがありますよね。そこからちょっと変わったことをやるじゃないですか。そうするとお客様がまたそれを求めてくる。でもまたそれが時間が経てばそれがまた当たり前になる。また新しいことをやる。でまたそれが当たり前に。だから世の中ってのもそういう流れだと思うんですよね。だからこの町のね、郷土料理マグロも時代に沿って時代のニーズに合わせて変化させていく。これが私のマグロに対する考え方ですね。ここは冷凍マグロの口なんで、マグロは冷凍なんですよ。これ油があるかないかとここに見えてる。これは結構いいマグロですね。いや、娘がマグロを一本買いしてるんですけど、後から見に来てもらうんですけど、これ全部娘が買ったマグロですね。娘は大学時代からずっとマグロの買い付けしてて、そうで最近はようやくいいマグロを買えるようになって。山田かすみです。なんかお兄ちゃんに言われたのはシャニムニ？お前はシャニムニだなってよく言われるんですよ。無我夢中に何でも前しか見てないみたいな。いいところでもあるし悪いところでもあるんですけど、そこが今の自分にしっくりくるかなって思います。はい。結構ここで捕まる人が多いんですよ。あ、そうなんですね。一時停止で。一時停止で。私はまだ大丈夫なんですけど、1、2、3って数えて。いつもここを歩くときは戦場に行く前の気持ちしますね。途中の方が多いので緊張していたんですが、今は結構皆さんとお話しもできるようになって。高1の時に黒羽亭のアルバイトを始めて、おすすめなんですかって聞かれた際に、例えばアジがおすすめですみたいな。だけどなんでおすすめなんですかって聞かれた時に、それを答えることができなくて、すごく悔しかった。だからそれを父に言ったら、市場に連れてってもらって、いろんな中央市場だったりとか、三崎の市場だったりとかで、
このアジは鮮度がすごく良くて、今この時期だから美味しいんだって、それを伝えることができたりとか、そこからどんどん黒バテの食材の一番最初のところを見る機会が増えて、なんか一番最初のところからお客さんの最後お料理出して笑顔を見ることができるっていう仕事って、なんかすごいいいなってじわじわ思って。買えるかはまだ買えるかはわからないんですけど、すごくいい密室ですね。買えるかな？気持ちが弱かったら買えないですね。買えたらいいな。高かったです。高かったです。買えなかったですね。一本今日は入ったのでよかったです。そうですね。割と楽しくやっているんですけど、最初はやっぱ高校生の時とか何でもお父さんの言うこと聞いて、何でもみんなの話を聞いて、何でも吸収しようって思ってたんですけど、だんだんできることが増えてって、結構生意気になったっていうところが今の現状です。結構迷惑かけてます、本当に。おはようございます。おはようございます。美味しそうです。高いです。はい。うわー、でもここの水が。丸屋さん、コインド音楽をと思って。今見てたマグロは一番奥の小さいインドマグロなんですけど、漁場がとっても良くて美味しいマグロだったので入札をしました。後からマグロの水揚げの場所に一緒に行きたくて、大学4年生の時からマグロの目利きの勉強を始めて、なんでかっていうと、なんでマグロってこんな美味しいんだろうって改めて思う。で、そこから今さっきご紹介した丸岩と、加藤田さんっていうんですけど、いっぱい教えてもらって、値段とか相場とか、いい赤身とか、このマグロはこうだよっていうのを持ってきて、時にたくさんもう毎日教えてもらって、ですね。で、そのうちこのマグロって誰が取ってるんだろうって気になって、その後、そのマグロの水揚げを見たときにもうすごい感動して、この多分1年から1年半ぐらい、海を回った船とかが岬に来て、そのマグロが水揚げされて市場に並ぶって思うともうすごい感動しちゃって。これが世界の漁業分布なんですけど、今日私が一番最初に買ったマグロはここのフリーマントロ沖漁場ですね。で、もし買えたら、またこれも、ここが買えます。はい。ここ大好きです、私。面白いので。じいじおはよう。今挨拶した人は、本当のじいじじゃないんですけど、遊びに行ってたお魚屋さんです。今さっき買った一番最初に買ったマグロがここにマグロみんな引っ張ってたと思うんですけど、運ばれて今尻尾を取りに行ってきます。尻尾いただいていいですか？ありがとうございます。はい、お願いします。マグロ問屋さんは皆さん屋号を持ってて問屋さんなんですけど、今の丸屋さんもマグロ屋さんで多いんですけど、私たち飲食店をやっていて、今丸岩さんにそのマグロを見た後は
切ってもらったりとか、切って箱に入れて冷凍庫に入れていただくっていうのは丸岩さんにお願いしています。だから私たち黒バテ私たち一人ではなかなかできないことを丸岩さんがいつもたくさんやってくれてます。口取れないんだった。間違えちゃった。もうやだ、どうしよう。もうこんなことばっかりなんです、いつも。間違えました、完全にこっちでした。こんなことばっかりやってるので、いつもお父さんに「お前はどこにいるんだ」って言われて、電話も車運転してると携帯触るの忘れてしまうので、携帯も気づかずに、なのでいつも位置情報アプリ入れられてますね。これは合ってるのか。あ、間違えた、ここ行けなかったの。もうやだ。じゃあ私が今から行きたいところはもう1分ぐらいにサクッといます。はい、もうここに来ると結構いろいろ思い出して、またマグロ買うの頑張らなきゃって思います。今度前市場の人に「マグロ見に来いよ、水揚げ」って言われて、ちょうど行かしてもらって、ここがそのマグロの水揚げの場所なんですけど、イメージで言うとぐらい大きな船が1年から1年半ぐらいかけて海を回る、もうちょっと短い時もある。ダーって水消してダーって下ろして、でその時見てたらちょうど船の管理をしてる偉い人が「船の中見に来れば」って声かけてくれて、で船の中見に行ったらマグロの船頭とか船長とか船員さんとかにもお会いすることができて、いろいろお話ししたりとかたくさんして、なんかもうそういうのを見て、市場にそのマグロがその人たちが取ってくれたマグロが並んでる時にもうすごい嬉しくて、頑張らなきゃいつも思います。兄も本当はいつも地魚を見に市場に行ってるんですけど、もうすごいです、地魚愛が。この魚のこうでこういう皮を引いて何日後が美味しくてなんとかかんとかでってよく言ってるので、すごいそれを見ているとなんか黒バテの食材っていいってすごい思います。最高。でも胃袋とか心臓も仕込みとか見ていただいたと思うんですけど、もうどれも本当に美味しくて。胃袋です。マグロの胃袋。これ布チーム。これがね、これが食べ物になるんです。地元の郷土料理の食文化をどう変化させて表現していくかが私のルーツになってます。例えば内臓料理ですよね。全部今日仕込むマグロの内臓ですね。これ卵でしょ、心臓、白子で、これが胃袋。こう見て分かる通りね、よく白子と卵を間違える人がいて、ちょっとこっちは赤いけど、白子にはね血管がね、この筋が血管のあるでしょ、こうやって。あとマグロの頭の目玉、鉢、頬、喉、その他に鉢子とか、どちらかといえば臓物と言われているものを主役にしてやってきました。それこそ臓物っていうのはやっぱりここの町の郷土料理なんで、船の船員さんが帰ったら町中に胃袋を炊いてる匂いがしてくるぐらいポピュラーな郷土料理なんですよね。そういったものは実はすごく美味しいんだけど、素人の人が作ると臭くてます。だからそこも徹底的に研究して、どんな料理にでも合う内臓料理の仕込みを徹底的にやるんですよね。そうすることによってマグロの内臓とはこんなに美味しいんだ。今では内臓類っていうのはすごい価値の高いものじゃないですか、牛とかの。でマグロも同じことが言えるんじゃないかと思って、内臓とかだからってバカにせずに、もう大トロに負けないぐらいの価値をつけよう。それが私のずっと思いですよね。よし、まずはお湯でゼラチンを落とします。
これがね一番時間かかるんですよね。茹でるのに1時間ちょいかかるし、下処理に、ね、こう時間かかるし、で茹でてからね味を染ませるのにも時間かかるから、一番手間のかかる作業なんだけど、この下処理がちゃんと行われてるかないかで味が、臭みが変わってきた。これ全部美味しくないエキスだから、だんだん綺麗になっちゃうから。そう、これではまだまだ、これまだ1割程度。何でも研究してるイメージですね。お肉でもお魚でも何でもたくさん研究して試作を作ったりとか、新しいもの見つけたとか、いつも横顔料理してる横顔を見ることが多いイメージです。家族とどっか出かけても20キロの料理のバッグ持って、本をバッグ持って、それをずっと持ったけどもうすぐに調べて料理の勉強しながらずっと日々送ってた。何年もそうしてたんで、まあ20年以上自分の好きなもの食べたことないし、レストランに行ってもだからもう勉強するものしか食べないし、やっぱり偉大なる親父がいるんで、いかにしてそう親父に勝つかって時をずっと考えてたんで、やっぱり親との衝突、親にはおめえの作ったものなんて猫もまたぐわって結構親には罵られて、自分には才能ないんだっていうのはずっと思ってて、だけどまあ親父にも誰も作れないものを作んなきゃダメなんだよ。うちの父は料理を教えてくれる人じゃないんで、背中を見て育ったんで、ああやり方はこうなんだな、ああなんだなっつって。全然よ、朝なんかや、いろんなアイデアで作ったやつの試食なんか食べたりして、なんか面白いんだけど、いや、こんな味噌漬けなんかまずないです。このお店は最初、今マグロは一本買いしてるけど、今までは本当この尻尾料理屋だったから、初めこうね、ナイトレストラン、洋食うちの親父がやってて、まあ船の船員さんがお客さんいっぱいいるから夜、ちょっと夜向けのスナックになったのね。それからマグロの船員さんが、お客さんが少なくなって、おはようございます。それでその後マグロ料理屋をやらず、今度ゲテモノ料理屋やったの。タヌキ、鹿、ワニ、ダチョウで、それをやったら一気にお客さんが来なくなった。どうすんべえかなんだって時に、役所の方が市役所の方がね、マグロをやんなきゃダメだよって、んで、まあそりゃそうだよねっつって、マグロ始めて、ようやく軌道に乗ってきたんだけど、もうお金がないから、うちの親父と母と自分で3人で1万円切っちゃって、資金が。じゃあこのマグロの尻尾を使っていろいろやろうということで、マグロの尻尾をずっと使い始めて、その時はね、マグロの尻尾はそんなに値段高くなかったの。当時尻尾を使ってる人がいなかったから、こんな尻尾なんか珍しい料理ある、すごいねってなって、いろんな人から注目されて、だんだんまたちょっと盛り返し、だからここの料理屋は料理店はマグロの尻尾料理が始まりっていうことなんですね。でね、いつかね、この市場で一本マグロ買ってやるぞって思いでずっとやってたの。実はお店今繁盛してますけど、一時期ものすごい低迷に至ったんですよね。週末もお客さんもいないし、でスタッフはたくさんいるし、もうこれやばいのかなと思って、だけどやっていかなきゃいけないって時に、ちょうどコロナが来て、もうせっかくコロナでお客さんいないんだったら、一気に自分のやったことをお客さんに前面に出してやるっつって、今のこの繁盛があるんで。兄はめっちゃ魚のこだわりが強いイメージで、なんか真面目で細かくて、でもその細かさがあるおかげで美味しい地魚が食べられるんだなって思います。マグロの内臓類やマグロの頭ですね。うちはマイナス40度の冷凍庫に保管していて、
これがマグロのカマです。これがマグロの頭です。これがマグロの卵であったり、これがね、このマグロの顎。ここでいろんな部位も入ってるんです。これを今からね、店に持って帰って調理します。山田源太です。僕の魚に対する思いって、今ってよく熟成肉とか魚を何日熟成しましたってあるんですけど、それも全然いいと思うんですよ。ただやっぱり新鮮なものを食べれるのってその日だけだと思うんですよね。だから中央市場、豊洲とか築地の全国から魚が集まる市場は早くてその日とか、あとは翌日なんですけど、伊崎というのはもうここから車で大体5分で生きた魚を持ってこれて、それをすぐに刺身にして食べれる。これってもうね、なかなかできないねことだと思うんですよ。だからどうせ三崎に来たならもう新鮮で歯ごたえがバリバリの魚を食べてほしいっていうのは僕の思いですね。僕はやっぱり魚に対するこだわりがすごい強くて、この妹はマグロのこだわりがすごすぎてちょっと引くぐらいの。いや、ゲンタもだよ。実はさっきその話をして。そうマグロの場合は逆に人間関係がすげえ大事なんですよ。僕ね、何それ。いや僕とね、そこまでね、人見知りなんで結構妹がね、世渡り上手なんですよ。そしたらこなしてるよな。ここもすごい面白いです。お願いします。あ、見れるかな。はい。します。いなかったよかった。さっき傷があったので、よかったです。ありがとう。はい。インドと、インド。さっき買ったマグロで。はい。あ、いいです。はい。一本一本全然違うので、いろんなマグロを買うと、何だったっけなと思うので、全部最後メモを書いて残して、今日はこのマグロ使おうって思ったりしてやってます。おお、よかった。切り終わりました。丸尾さん、あと霞、カシリズまで運びます。よかったら。はい。はい、Kに止めます。あ、ちょっと車持ってきます。バーッと言ったら、さっきもね、危なかったんですよ。よし。あの人の言うこと本気でしたな。危ない。大丈夫じゃないですよ。ありがとうございます。持ってます。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。すいません。今日は気づかなくてよかった。よかったです。本当に。はい。ありがとうございます。お世話になりました。ね、難易度が高いんですよ。本当。あ、そう。
バーッといかないですよ。慎重に慎重に。あ、恥ずかしいです。みんなね、結構駐車が本当に苦手で。なんだせ。何合ってますよね、私。合ってますよね、私。恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいじゃないですか、ちょっと。いつもちゃんと止められてるのに。YouTube さんの撮影をしていただいてて。じゃあ俺1曲2曲みんな歌うのが合唱コみたいになっちゃってる。私は YouTube を利用しないからもうこれ以上有名になりたくない。マグロこれ使ってみないかっていろいろ勉強させていただいててやってもらってます。はい。そう。早くね行動しなきゃいけないんですね。そうですね。ちょっとそうなんですよ。ちょっと焦らず忘れちゃうんですよ。もうちょっとあったよかったよかった。ちょっと忘れちゃうから。よいしょ。お疲れ様です。今日のマグロは美味しそうでした。はい、脂もあって全部脂があるマグロなのでどんな味がするんだろうな。多分ね食べてみないと。ちょっと市場行った後に水揚げの場所に行ってでお話ししてた。ちょっと長くなっちゃった。いいよ。どうですか？私買ったんですけど。結構なんか油とか身とかいいと言われてるけど、なんかね結構生命力、マグロの生命力を結構見てて、これはもう生命力あふれてる。イエイ。ちょっとここに血が出てくるから、これがねどうこの身の方に本体の方に出てるかがわかんないけど、見えるとこの血がもしね本体の方に回ったらまあね、その分損ないという、でもねこういう油ってね全体的にブワーってもう上がってくる油の尻尾だから、いいですか？いいじゃん。ありがとうございます。いいね。食おうか。いいよ。朝食おう。じゃあ自分でさばいて自分でみんなで飯作って。いいよね、結構いいのあったからもうこれマグロノート書いてるんですけど書くのが楽しみです。クロバテーとは小学生の時とかはものすごい大嫌いだったんですけどよくお店の話を家でして自分の話は聞いてくれないみたいなねあんまり好きじゃないなって思ってたんですけど黒羽亭にいるアルバイトスタッフもみんなもう家族みたいな気持ちなのでもう忙しい繁忙期とかコロナとかで忙しくない時忙しい時いつでも乗り越えてきた仲間のような存在の人たちがいる黒羽亭は私にとって自分らしくいられる場所かなって思います。実は一番職人気質は父ではなく妹だと思ってます。もう本当に責任感がすんごい強いんですけど逆にそれで潰されることも結構あるんですよ自分の中で自問自答して。でやっぱり父はもちろん責任感も強いですしかなり本当にできることも何でもできるんですけどやっぱりその分抜けてるところも結構あるんですよ。俺が買うマグロはね大体ちょっと癖があるマグロ。癖っていうのは癖っていうのはね、いわゆる好みちょっとねまあ女性で言うなら色っぽいやつ。これもどちらかというとグラビアアイドルの綺麗で色です。これはちょっとね色っぽい縮小系のマグロ
といい。ちょっとカバンいいよね。いやだけど品がある品がある事務所。でも俺はそれが好き本物が好きってわけじゃないですよ。表現するなら。まあ、父と妹は結構性格が似ていてすんごい職人気質なんですけど大事なところでいつも抜けてるっていうイメージがあって逆に母はそれを補ってる感じでなんかいつもは調子いいのにどんどん性格が悪くなってく。何に対してもマイナス思考だったりとか、父と私とかはブレてしまうことがあるんですけど、母の一言でこうハッと自分でも嫌になってる時にこう肩を叩いてくれる、本当にそういう存在です。私のルーツです。そういうことじゃないです。この商店街ですね。こう見て。大好きこの話。でそれから通ったんで、もうその午前中見て午後にはもうすぐ行きましょう。ルーツを一言で表すと、主人山田拓也です。周りにはいないタイプ。なんか違うなっていう不思議だなって思うところもあったり、いや会ったことないなっていう変わりましたね。最初はちょっともじもじしたお坊ちゃんみたいなタイプだったんですよ。で結婚して子供がやっぱり大きくなるにつれて自分がしっかりしていくんだっていう気持ちとともに、はい、自我がすごく芽生えて強くなりました家とお店では全くこう別人のようで、店ではこうねしっかりしてるんですけど、家では全然こうやりっぱなしとか、もうやっぱり最後の最後いざという時はきっちり決めてくれるんで、すごく頼りになります。はい、そんな感じで、良くも悪くも家族一丸となれてるところがプラスでも、この先息子なら奥さん、娘なら旦那さん来るのかなっていうちょっとそろそろ心配なところ。ルーツって逆に始まりだと思いますね。やっぱり常にスタートの位置に立ってるという気持ちでいるんで、ルーツとは始まりだと思います。僕にとってルーツとはこれからの次世代につなげていくための、古い料理を知ってもらうための、次につなげるためのことっていうか動きですね。将来的には多分兄が継いでいくとは私は思うので、一緒に頑張っていきたいなっていう気持ちで、地元の人も来てくれて、観光客の人も来てくれて、こう三崎のマグロって楽しいねっていうお店にしたいっていう気持ちもありますし、都会には出回らないマグロとかお魚の部位、三崎でしか味わえないお魚を提供したいお店を作っていきたいなって思います。すごい素敵な食材がまだまだ三崎にはたくさんあるので、もっとみんなに広めたいっていう気持ちです。黒羽亭とは一言でマグロ、地魚、あとは地元の野菜の研究所ですね。自分で仕入れて見たことない魚を使って珍しい野菜を使ってその野菜の特徴を自分の中で調べて自分で消化してそれを自分でメニューを考えてお客さんに提供するっていう、若い世代から年配の方まで、年配の方は昔食べた思い出を食べに、若い方は今話題ので、その若い方がどんどん年取っていくにつれて子供や孫につなげていって、それを美味しかったんだよって自慢できるようなお店を作りたいですね。自分たちの器がこう手広くという器ではないので、この広さで喜んでくれるお客さんに大満足してもらうっていうのをこうずっと続けていきたいと思います。全てがヒント、一つ一つがヒントだし、どんな方とお話ししてもそうだし、どんなものでもそうだし、
その人たちその者たちに尊敬の念を持って何か一つでも何か知識をもらおうとはいつも心がけてますけどね。もうだんだん内臓料理が失われていくマグロのそういった内臓料理郷土料理がどんどんなくなってってるんですよね。内臓の仕込みっていうのは本当にものすごい時間がかかって日々やっていないと経験のみが可能にするものが多いんで、郷土料理の内臓料理をいかに次の世代につなげるかっていうのがやっぱり次の私の課題だと思ってますし、そのお店を小さいながらも続けていく、その気持ちとか精神とか魂みたいなのをいかに次の世代に受け継がせるかが私の次の課題だと思ってで、そういうお店にして時代に逆らってるのか、それとも時代に沿ってるのか、さっき言ってそれは決めるのはお客様だと思うんで、そういったちょっと、とんがってるようなお店にやっていきたいと思います。